順です。友達に好きな人を取られました。どうすればいいですか？よくあります。人生今後いくらでも起こり得ます。例えばじゃあ、推しが結婚しましたとか、高校の時に可愛いと思った子が別の人と結婚しましたとか、大学の時に可愛いと思った人とか好きな人が別の人と結婚した。いくらでもあります。自分が好きな人は自分のことが好きになるはずであるというのが思えるのって多分ね、イケメンと美女だけなんですよ。基本的には自分が好きになる人は別の人を好きになって、で、お幸せになっていくっていうなのでやるべきことは自分がモテるようになる。小学校の時って足が速いと思ってるんですよ。で、これ足が速い人が人生を一番楽しむのは小学生。小学生以降、足が速いでモテることはありません。人生で足が速い。僕は足結構速いんですけど、足が速いっていうことでモテたことは今のところ一度もないんですよ。小学校の頃はね、確かにね、バレンタインデーチョコレートはね、ちょこちょこもらってたので、そういえば足速かったなっていうのがあって、で、これ小学校は足速い。中学校になると部活、野球部とか、サッカー部とか、モテる部活に入ってるとモテます。卓球部とか入っちゃダメです。ここでね、部活に入ってるかどうかっていうのは結構大事になるんですよ。中学と高校は割とね、部活重要。で、高校まで行くと、割とね、勉強ができるが始まってくるんですよ。それなりにいい高校っていうだけで、地域の女子校とかの文化祭があったりすると、モテるというのが発生してくるんですよ。なので、勉強してるといいよねとか、もしくはその甲子園行ってますとかとモテるよねとかっていうのがあって、あとバンドとかをやり始めるのも高校ぐらいで、文化系がモテ始めるのは高校からです。漫画描いて面白いって言われるとか、文化系ですとか、高校生で YouTube やってますとか、TikTok やってますとか、勉強以外のこと、足が速いとか、運動ができる以外のことというのに興味があって申し始めるのは中高ぐらいから始まります。で、高校に入るとほぼ勉強一択です。慶応だからモテる。聞いたことがないような、なんか、ビッグ東大みたいな、大東文化大学みたいなところだと、聞いたことがないからモテないみたいなのになってしまうので、なので、勉強ができる人はむしろ大学まで行くとモテ始めます。今、ルックスは良くないです。運動もできません。っていうのは、勉強めちゃくちゃ頑張ってください。東大生とか慶応生というだけでモテます。早稲田でもモテます。はい、中央大学はモテません。モテたいんだったら、マーチ以上のとこ行ってください。上智はマイナーだからモテません。何それって言われちゃうんですよ。人数少ないから。なので、慶応早稲田と国立大学のどれかに入るとモテるんじゃないかなと思うんですけど。で、社会人になると、次は会社名でモテます。ヤフーに入ってますとか、楽天に入ってますとか、グーグルに入ってますとか、IT 系だとモテるんですよ。もしくはパイロットですとか。大学を卒業した後は金なんですよ。会社名イコール将来性のあるいい会社だから、この人と結婚したら幸せな生活ができるかもというイメージが湧くんですよ。これね、実際金持ってるかどうかとは違うんです。20代で、例えばじゃあ18からパチンコ屋で働いていて、結構副収入があって、年収700万です。23歳、年収700万っていうパチンコ屋の店員と、サイバーエージェントです。年収500万だと、サイバーエージェント年収500万のが勝つんですよ。これは会社名のが強いんです。実体のお金とは別で。で、実体のお金が勝つのが30代以降です。30超えると、中小企業の社長めちゃくちゃモテます。金持ってるから。会社の社員というのは、所詮会社の社員だから、実態にお金持ってるかどうか、お金使えるかどうか関係ですよ。でも中小企業だと、まず、キャバクラ嬢を秘書として雇って、毎月20万払うとか、なんかマンション借りてくれるとか、経費でいろんな服買ってくれるっていうのがあって、実態としてお金が使えるっていう、Google に勤めてるからかっこいいよね、将来的安泰だよねっていう、未来に対するふわーっとしたイメージじゃなくて、今すぐ金をくれる人がモテるんですよ、30代。なので、学歴もありません。見た目も良くないですとなると、めちゃくちゃ金稼いでください。金稼ぐと、その金を使うことによってモテるっていうのが30代から来ます。っていうのがあって、男性の場合は、中学生の時にモテるにはこうする。小学校の時にモテるにはこうする。高校の時にこうするっていうのが、自分の能力によってモテ期というのがあって、そのモテ期に合わせて行動することによって、モテるというのができるんですけど、僕、男性なんで、女の子のモテ方がわからないのですよ。ただ、僕が今のところ、知り合いを見て思うのは、愛嬌のある人はモテてます。極端なデブとか置いといて、見た目は多少普通なんだけど、割と笑顔が多いとか、愛嬌が多いとか、話しかけやすいっていう人は、結果としてモテて、それなりに結婚してます。なので、割と化粧頑張ると、あとね、笑顔が割と
愛嬌って何？デフォルトの顔が笑い顔の人と、割とこういうデフォルトがきつい顔の人っていうので分かれるんですよ。で、僕、基本的に周りの他人を見下してるので、基本笑顔なんですよ。全部下に見てるので。なんで、このタイプは結構モテるんですよ。性格の良さっていうのはね、分かりません。多分ね、女性同士だと分かるんだけど、男性の思う性格のいい人と、女性が思う性格のいい人って違います。男性に見抜かれないぐらいの性格の良さっていうのが、あとね、よくある誤解がこれ。胸が大きい人がいるというのは事実です。ただ、僕が知る限り、胸の大きさをそこまで重要視している人はそんなに多くないです。胸の大きさが超大事だっていう人は多分 10% くらいいると思うんですよ。実はね、胸の大きさとか、実はあんまり関係ないんですよ。もちろんそれにこだわる人が 10% くらいいると思うんですけど、基本的にはね、胸ってあんま関係なくてね、やっぱ顔のがでかいさい。そうそう、だから例えば緊張していて、硬直している状態で表情が硬い人というのは、無表情な人とか、愛嬌がない人というふうに言われてしまうんですよ。なので、基本的にリラックスしている状態というのが、人間って相手がリラックスしていると自分もリラックスできるので、リラックスしている人の方が周りに置きたがるという構造があるんですよ。例えばじゃあ、周りに人殺ししかいませんとか、ナイフ持ってるおっさんしかいませんってなったら、やっぱり笑顔になる余裕ないじゃないですか。なんでどちらかというと、周りを見下ろしてる人の方がやっぱ笑顔になるんですよ。基本的にはね、見下してる人の方が割と愛想が良くなるっていう。はい。いやね、これ真理なんですよね。SNS とかでは、偉そうにしてる男というのは嫌いだと書く女性がめちゃくちゃ多いです。女性は対等である、女性と男性は対等であるべきであるとか、DV は良くないとか、女が見下されるのは良くないとかっていうのをネット上とか声高に言う人はいっぱいいるんですけど、僕が見る限り、やっぱ主導権を男性が取ってる方が幸せに感じている人の方が結婚している人には多いです。結婚してない人が男性と女性は平等であるべきであるとか、男に見下されるのは嫌だっていうのを結婚してない人は言うんですよ。だから SNS とかでそういうのを声高に言ってる人って大体結婚してない女性なんですよ。で、結婚してる女性はむしろ男を立ててるように見せかけてコントロールしてるんですよね。いい会社に入って1日に8時間9時間働いて残業とかして毎月なんか50万とか給料を持って帰ってきてくれて、お父さんありがとうって言ってニヤニヤして料理をするっていうだけで、実際じゃあ男性の方はお小遣いとして月5万円しか使えません。実際手取りの30万ぐらいは奥さんが使ってますみたいな家ってザラにあるんですよ。金銭で考えたら、あれお金稼いでんの男性で、しかも使ってる額奥さんのが多くねみたいになるんだけど、でもその上下関係を言葉遣いで聞くと女性の方が下に見えるんだけど、でも明らかにこれ利用されてるよね男性っていう。うまくね、やりがい搾取の状況に持っていけるんですよ。要するに男性というのは言葉遣いとか態度とかで俺は上なんだって認識してると幸せになってしまうので、実態として財布を握られているとか決定権が奪われているということにあんまり気づいてないんですよ。なのでね、あざとい女子はね、結構モテるんですよね。これは僕の観察の範囲内なので、全然違うかもしれないんで、そうじゃなかったらそうじゃないんです。すいません。はい。中途半端にね、頭がいい人というのは、男性と女性は平等であるという戦い方をしてしまうんですけど、割とね、本当に頭がいい女性の場合は、頭が悪いふりをするっていう。で、相手を持ち上げて利を取るっていうのをやるんですよね。その方が楽っていう男性もいるんですよ。家庭のこととか興味がないから、仕事のこともやって、家庭のこととか子供のこともやってっていう、いろんなことに興味があってやりますっていう男性もいるんだけど、男性によってはもう俺は仕事だけやりたいと。地域の関わりとか、家庭の関わりとか、学校の関わりとか、もうなんか新しいことが増えると混乱しちゃうから、俺は仕事だけやるから、あとは全部任せると。そこでなんかお金が必要だって言われたらもう勝手に出しといてっていう男性が結構いるんですよ。なのでそこの役割分担というのがちゃんとできてる方が、実はね、幸せになるんですよ。なので、アホのふりができるぐらい頭がいい方がね、世の中の結構ね、渡りやすいこと多いんですよね。お笑い芸人さんとかって大体アホのふりをするっていうのがやるんですけど、アホのふりしてる人がやっぱ社会というのは割とね、うまく受け入れられやすいんですよね。なので、早めに結婚する人っていうのは割とそこら辺のそのなんか立ち振る舞いっていうのを結構分かってる人が多いんじゃないかなと。僕昭和の人ですよ。昭和51年生まれなんで。でもね、昭和の人どうこうとかじゃなくて、多分これ人類の問題なんですよね。
人類というのは基本的にはその女性社会のも一部あるんですけど、中国とかだったり、アマゾネスだったりとか、あとミクロネシアの方とかあるんですけど、女性優位社会ね。基本的には男性優位社会の方が多くて、今人口が増えてるところっていうのはやっぱりイスラム圏なんですよ。キリスト教圏とか平等だよねって言ってる人たちっていうのは、結局人口を減らしていて、じゃあどこが人口増えてるのってなると、明らかに男尊女卑をルールにしているイスラム圏の人たちだったりするんですよね。ここ3、40年ぐらいに男女平等だよねとか、役割というのはなくて、それは各々が決めたことをやればいいよねという価値観というのをやってる人たちはいらっしゃるんですけど、歴史を見てる限りそれがうまくいったことはない。で、今のところイスラム圏の人たちは人口を増やしていて、人口と経済力が比例するので、なので、イスラム圏の人たちというのはどんどん伸びていって、で、人口が減っている日本みたいなところというのはどんどん衰退していくっていうのになるので、男女平等が正しいよねというところは衰退していくっていうのを分かりやすい形でやってるんじゃないかな。フランスはね、出生率2に切ってますね。1回に超えたことあるんですけど。結局その、平等が良いよねという理想と、でも能力と役割というのは違うよねっていう。例えばその、あんまり女性優位主義者の人たちは認めないんですけど、家庭を守るといういろいろなものに気を配るというのと、これだけやるんだっていうので、やっぱ男性というのはこれだけやるんだっていう能力値が高くて、いろんなものに気を配るというのはやっぱ女性の方が向いてる割合が高いんですよ。男性でも女性より能力がある人もいるし、女性でも男性より能力が高い人もいるんですけど、全体の傾向としてはそういう傾向がありますと。なので男性というのはとりあえずもう金だけ稼がしといて、他のことやらせないっていう方が割とうまくいく傾向があるよね。で、その傾向というのは残念ながら人類が積み重ねてきた10万年の歴史の中で作られていた脳の機能の違いなんですよ。なのでその脳の機能の違いというのをここ30年40年で変わるわけがないですよね。5000年とか男女平等を続けていって、脳の構造も男女平等の脳の構造の人というのがだんだん増えていってってなったら、多分5000年後ぐらいには多少また状況変わるかもしれないですけど、残念ながら30年40年で人間の脳の構造という遺伝で変わる構造というのはほとんどないので、基本的にはこう今まで通り人類の歴史をそのまま辿るという以外にはないんじゃないかなと思うんですけど、はい。できる人はやればいい。できる人は全然好きにすればいいんじゃないかなと思うんですけどね。結構これなんですよね。本当に同時通訳をできる男性ってね、レアなんですよ。これ能力値の問題で、同時通訳をする女性というのはちょこちょこいるんですけど、男性で同時通訳できる人ってマジ少ないんですよね。ごくたまにいるんですけど、複数の人が同時に喋ってることを聞いて、日本語と英語を喋ってます。日本語を喋ってる人を聞いて、英語で返して、英語で喋ってる人のことを理解しといて、これも日本語にして返すっていう、頭の中に日本語を聞く、英語を聞く。で、それを変換して英語に返す。変換して日本語に返すっていう、そういう4つの能力をやれるという人ってんで、さらにその中でタイムキープがあるんですよ。テレビの番組で仕事をしていますとかの時に、これはこういうタイミングでこの時間で言わなきゃいけないよね。これは短めに言わなきゃいけないよねとか、このタイミングでこれが言ったら次の転換があるから、これを早めに返さなきゃいけないよっていう、全体の空気を読むをやりながら翻訳能力も使うっていうのがあって、で、これね、多分男性でね、できる人ほんと少ないと思うんですよ。そういう意味でやっぱ性別による違いというのはあるんですよね。もちろん男性できないわけではないんですけど、やっぱり女性の方がそういうことができる人が多いっていうのがあって、なのでそういう能力の違いっていうのはあるよねってすごく当たり前の話だと思うんですけどね。筋肉で勝負したらそれは男性の方が強いよねっていうね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。